皆さんこんにちは。チーのグルメ旅。今回の滞在先はマレーシア・クアラルンプール。マレー、中華、インド、様々なルーツを持つ人々が暮らすこの街は多民族国家ならではの食文化が集まるアジア屈指のグローバルグルメシティ。地元の人に愛される絶品ローカルフードから穴場の激うま海鮮店やミシュラン2026に選出された話題のお店まで5日間で食べまくり。バト洞窟やモスク、チャイナタウンに KLCC と観光地も盛りだくさんのクアラルンプールでのグルメ旅、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今マレーシアの首都クアラルンプールに来ております。今飛行機降りたばっかりで、ここはクアラルンプール国際空港なんですが、もうね、最近日本も12月の終わりに差し掛かりまして、もう連日2度3度で寒すぎるっていうことで、あったかいところに来たいなと思ってて、このマレーシアっていう地は一年中温暖の地なんですね。ここ首都のクアラルンプールはだいたい平均気温が1年間で27度から28度っていう気候なので、暑すぎるってわけでもない、すごく過ごしやすい場所なんですよ。過去に一度マレーシアに来たことはあるんですけど、その時はトランジットで来たので、ほんと1日滞在して全然食べ物とかも堪能できなかったので、実質的には今回初めてのクアラルンプールの滞在になります。しっかりこのマレーシアのグルメ旅を堪能していきたいと思います。それで今回はバンチェットエアに乗って成田空港から来ました。それでは様子はこんな感じです。バティックエア今回初めて乗りましたが、事前に座席指定ができたので一番後ろの席の2人並びの席を取りました。モニターついてる。機内は日本人の人はほぼいなくて、海外の人が多いけど空席はちらほらある感じですね。バティックエアは、LCC ではないんだけど機内サービスとかは一切ないっていう形で、ここからもし食べたくなったら注文するっていう形になってます。かける4、950円とか高いね。現地に行って本場のマレーシア料理を食べたいので、ここは機内食は我慢しようかなと思ってます。ご飯のプレートがあって、軽食系があって、スナック菓子あって、あと飲み物とかがあってって感じ。今回 SIM は Amazon でマレーシア eSIM5 日間高速で出た無制限のものを購入しました。値段は1980円。安くはないけど高速データが無制限でずっと使えるということでこちらにしました。席なんですけど、足元はもっと狭いかなと思ったけど、一通り足をまっすぐ伸ばせるぐらいにはゆとりがある感じ。隣の人との席間隔は結構近めなので、知らない人だったらちょっときついかもしれません。富士山、確かに今映画の種類なんですけど、英語ができる人は結構いろんな映画が見れるんですけど、日本語対応の映画は5件しかないので、この5件の中から見たい映画選ぶ感じになります。荷物受け取りに行くのに電車に乗るんだね。荷物下って書いてある。乗り継ぎの人は左側。空港内での両替はレートが良くないので必要最低限にしましょう。後ほど市内のおすすめの換金所を紹介します。一応ここで SIM カードも買える感じになっておるね。ただでさえ遅延してんのに、荷物出てくるのにさらに40分ぐらい待ってて、先に私のだけ出てきた。やっと出れた。到着1時間遅れで荷物受け取って、全体で見たら2時間半遅れぐらいで入国できました。とりあえずグラブで車手配して今日泊まるホテルまで向かいますか。さっきまで3度の世界にいたと思えないぐらいあったかーい。マレーシアは多民族国家で、マレー系の人、あと中国系の人でインド系の人も、いまして、グルメもマレーシア料理、中国料理、インド料理といろんな美味しいものが食べられる場所なんですね。ということで、もう今日は夜遅いので、とりあえずホテルに向かって美味しいもの食べに行きたいと思います。グラブのピックアップ乗り場は1階ということで降りてきました。大丈夫。長かった。家出てから12時間ぐらい経ってますね。
今日宿泊するエリアがブキビンタンってエリアなんですけど、このクアラルンプール国際空港から車で約1時間60キロぐらいのところにあります。グラブの値段は70リンギットでした。ホテルに着くまでに少し時間があるので、ここで観光客が知らないマレーシアでの NG 行動をまとめてみましたのでお話ししたいと思います。これはクアラルンプール中心でイスラム文化に基づくものとなっております。まず一つ目が、これはもう警察案件になってしまう一発アウトなものなんですけれども、公共の場での濃厚なキスやハグ、これは絶対にダメです。マレーシアはイスラム国家なので、公の場での濃厚なキスや抱き合いは公序良俗違反の扱いになります。特に公園やモスク、電車の中などが厳しいそうです。2つ目は飲酒禁止エリアでの飲酒。マレーシアはお酒を飲める場所は多いんですけど、モスクや政府関係の場所で飲むと一発アウトです。スーパーでお酒を買ってその場で缶を開けて飲むのもアウトです。3つ目は麻薬に関する所持利用、これはもう日本でももちろんダメなんですけど、マレーシアでは麻薬イコール即刑レベルの国、とっても厳しい国になってます。 CBD やアメリカの合法系の麻薬みたいなものを持ってた外国人の人が拘束から出国禁止になった例もあります。続きまして、警察レベルほどではないけど宗教文化的に失礼な NG、 モスクに肌の露出をした状態で入ること。イスラム教施設は厳格です。クアラルンプールでは特にブルーモスク、ナチュラルモスクで服装チェックがあります。ノースリーブだったり短パン、キャミソール、ミニスカなどのピタピタしたような服は最悪入場拒否、注意されることもあります。5つ目は左手で食べ物を触ること。イスラム文化では右手イコール綺麗、左手イコール不浄という風になってます。特にローカル食堂やバナナリーフカレー、マレー料理の店では左手のお作法に気をつけた方がいいです。6つ目は土足で家や寺院に入ること。クアラルンプールの住居の多くは土足禁止です。ヒンドゥー寺院なども靴を脱いで上がることが必須となっております。続きまして、そこまでやばいレベルではないけど現地で嫌がられる NG 行動、手のひらを上にしておいでおいでと呼ぶ行為。アジアの多くでは普通の行為なんですけど、マレーシアでは犬を呼ぶ仕草とされて失礼というふうに思われることがあります。人を呼ぶときは手のひらを下に向けて手全体で上下に動かすようにしましょう。8つ目が女性に触れて挨拶をすること。イスラム圏では基本 NG 行動になります。イスラム教徒の女性に握手をしたり肩を触ったりハグするのは絶対 NG。 握手は相手から手を差し出されてきたら OK です。9つ目が電車の優先席に座ること。これは日本でもそうなんですけど、ご高齢の方や妊婦さん向けに作られた席に外国人が座ると普通に注意されるか、最悪の場合動画撮影されて SNS にさらされたりもするそうです。ということで以上 G の豆知識でした。今日はこちらのホテルロイヤルシグネチャーに泊まります。Yes。チェックイン。今日泊まるお部屋は8階の23号室です。お、綺麗ですね。すごい清潔感があってモダンな感じ。こちらのお部屋は1泊1部屋 12,700 円です。ブキビンタンの中心にあるホテルで想像以上に豪華な感じですね。ベッドのサイズはシングルサイズですけど、かなりふかふか。枕元にコンセントがさせるようになってて USB のポートが2つありますね。目覚まし時計もあります。広さはそこまですごい広いわけではないんですけど、簡易型の座れるソファーもあってお仕事ができるようなデスクがありますね。テレビはベッドから正面に結構大きめのタイプがあります。テレビをつけると Netflix とかも見れるようになってますね。これ嬉しい。YouTube も見れるようになってる。旅行来た時に明日何しようかなとか行動を考える時にも YouTube がこういう大きいテレビで見れるのってありがたいですよね。冷蔵庫があって、これフリードリンクっぽいですね。冷えてるコーラとジュース。お水は2本ありまして、お菓子とかも置いてある。下にコーヒーマシンがあって、朝起きたらコーヒーが飲めるようになってます。電気ケトルもあります。金庫があって、パジャマもある。雨が降るから大きな傘置いてあるのも嬉しいですね。アイロンかけがあって、スリッパがある。ちなみに洗濯いくらだろうか。T シャツ1枚12リンギット。500円ぐらいか。高いですね。空調はこれで設定できるようになってる。洗面所広い。洗面所があって、その横すぐにトイレがあります。シャワールームがある作りになっている。シャワーは手持ちと上からも出せるようになってます。水圧。強くはないけど十分ですね。アメニティがいろいろ置いてあって、ボディウォッシュ、シャンプー、ボディローション、コンディショナー。お裁縫セットある。シャワーキャップ、コッ
布団。なんか使いかけのなんかゴミがありますね。櫛とカミソリ、歯ブラシって感じですね。石鹸もあります。ドライヤーも結構大きめ。眺望は真下にプールがあって、上を見ると目の前にムルデカ118のタワーが見える、すごく綺麗な眺望になってます。昼の景色はこんな感じです。チェックインが完了して今9時半なので、ここからちょっと街をブラブラ歩きながら夜ご飯を食べに行きたいと思います。今回滞在するエリアはブキビンタンエリアなんですけれども、ここはクアラルンプール最大の繁華街となっております。でですね、巨大ショッピングモールもあるし、夜市もあって、で朝早くからやってるお店もあって、朝から夜まで食べ物も買い物も全部徒歩圏内で楽しめるエリアになってます。ホテルの横にローカルコンビニがあったんで、そこでちょっと飲み物とかどんくらいの価格で売ってるのかを見ていきたいと思います。2025年12月の中旬時点で 2.7 リンギットが日本円で約100円になりますので、その基準で見ていきたいと思います。一番安いお水で 2.2 リンギットということは100円切ってますね。コーラが 3.5 リンギット。普通にタイガービールでこの小ささで 9.9 リンギットってことは 4,500 円ぐらいするってことでしょ。高い。高いね。高い。お酒高いです。この通り人多いな。やっぱ深夜の1時2時まで普通に遊んだり食べたりできるんだって、それは嬉しいよね。今日も正直着くの遅くなって結構泣いてたけど、この人の多さ見たら元気戻ってきた。露骨なロボットが癖が強い。本当に歩いてるとパッと見 5,6 カ国ぐらいの人種の人たちが一気にザーってくるから、もう自分なんかアジア人全然目立たないね、ここにいると。刺激的だね。なんかね、歩いてて風が少しあって暑くもないし、湿度のバランスもちょうどよくて涼しくて気持ちいい。はい、ここがブキビンタンで一番盛り上がっているナイトマーケット、ジャランアローナイトマーケットです。平日の週半ばなんですけど、すごい人ですよね。これ週末だったらもう歩けないぐらいになっちゃうんじゃないかという感じなんですけど、食べ物のお店がすっごいたくさんある。匂いがね、いろんな食べ物の匂いが混ざってる。中華の匂いもするし、なんか香ばしいちょっとスパイスっぽい匂いもするし、面白いな。かなり奥の方までぎっちりなんですよ。選んで、すっごい人なんだけど、夜の観光地だ。牡蠣とかもある。こんだけお店がいっぱいあると、この中のベストがどこなのかわからない。わー、ぶっちゃけタイの平日のカオさん通りより人いるよ。全然広いんだよな。奥行きが全部ね、ものすごく広いの、お店の。ここがいいな。いいね。通り沿いの席通してもらいました。いいお店見つけたね。メニュー結構重厚な感じよ。海鮮のメニューが多いのかな。ビアが来ました。タイガービールでマレーシア初乾杯。来ました。ご飯出てくるのめちゃくちゃ早いね。アサリの炒め物いただきます。よし。うまっ。カレー味じゃん。ごめん、カレーっていうかマレーシアの味なのか、これが。うめえ。超ビールの鼻にスパイス入った。味付けはちょっとふんわりカレーの味がして、かつスパイシーですんごい美味しいんだけど、結構ね死んじゃってる貝が混ざってて、ちょっと値段から考えると、でも味は美味しい。うまい。もっと辛いかと思ったけど、普通にうま辛レベルの辛さでめちゃくちゃ美味しい。ちょっとほんのり甘いんだよね。
マレーシア式福建麺。中国とか日本の福建麺とは違うんだって。甘辛い醤油ベースで炒めてある麺ということです。いただきます。甘い焼きうどんって感じ。日本の焼きうどんみたいな感じではあるんだけど、味付けが香ばしい甘辛い醤油になっててすごい美味しい。タレと絡めて食べるといいつまみになります。で、麺はかなりやわめです。いいね、異国の味が染みますよ。来ました、マレーシアの代表フード、サテです。これは串に刺したお肉を炭火で焼いてピーナッツソースにつけて食べるものなんですけど、ちゃんと食べるの初めてかも。チキンからいただきます。甘っ。ピーナッツソースのピーナッツが結構大粒で、噛むとふわっとピーナッツの香りが広がって美味しい。辛さは全くないね。1個ね、ちょっと高級体も頼んだんですよ。37リンギットのエビカレー。エビがめちゃくちゃでかいよ。お玉1個分のサイズのエビ。米も頼んだわけですよ。まずはスープからいただきます。うまっ。ココナッツの味だ。グリーンカレーのめちゃくちゃうまいエビだしが入った版みたいな味がする。ではですね、エビがむけた。いただきます。エビがでかくてうまい。具材がエビ以外にも野菜がね結構たくさん入ってて、かなり具だくさん。これだけで食べても2人でシェアしたらお腹いっぱいになっちゃいそうなボリューム感。牛のサテもいただきます。僕牛なんだ。さっぱり系の牛にかなり甘いタレに漬け込んだって感じ。サテは正直ちょっと甘すぎるな。ちょっとここまで甘いと慣れないな。もっとローカル感が強い味かと思ってたんで、でも確かにこの通りむちゃくちゃいっぱいお店があるんだけど、入ってる店と入ってない店の差が結構激しくって、ここはね早い時間から結構人入ってたから入ってみたけどよかったね。いやー、カレーが激うまだな。ちょっといい、これ食べちゃって。ダメだ、これで太るんや。カレーがうまいんじゃない？やっぱりカレーの味付けうまいよね。味付けがどれも全部違くて、同じカレーでもちょっとカレーの種類も違くて、サテはちょっと甘かったけど、でもなんか甘さのジャンルも違くて、マレーシア料理っていうのに最初に触れられてよかったです。これからどんな美味しいお店に出会えるか楽しみになりました。ということでごちそうさまでした。ちなみに今日泊まってるホテルはジャラーアローナイトマーケットから見えます。立地最高。おはようございます。2日目の朝です。今回ホテル朝ごはん付きで取ってたので、とりあえず朝食会場に行きたいと思います。朝食会場、思ってたよりも結構広めです。マシレマの青いご飯、マレーシア料理もすごいたくさんありますね。エッグステーションもちゃんとあります。注文したらその場ですぐ作ってくれます。自分で好きな具材を選んで作れる麺ステーションもあります。蒸しまんじゅうもあったり、カレーも何種類か用意してありますね。パンの種類も多いですね。朝から食べ過ぎちゃうな。サラダもたくさんあるから、旅行中に野菜不足になってもここでしっかり栄養補給できます。フルーツの種類も多い。本格的なコーヒーマシンもあります。フレッシュジュースの種類も豊富。朝ごはんの種類もマレーシア料理と中国料理、インド料理と3カ国の料理は必ず何種類か置いてある。ただこれは多民族国家ならではなのかもしれないです。どういうかけ方なの？旅行中だとどうしても栄養分が不足するので、フルーツ野菜盛りにしました。あと麺ね。甘さ控えめ。
平たい麺にしました。自分で茹でて作る形だから麺が柔らかすぎなくて美味しい。スクランブルエッグとオムレツ、これ作ってる時にさ、むちゃくちゃ油入れてたからちょっとカロリーが心配なんだけど、太っちまいそうな味だよ。朝食も朝こうサクッとコーヒー飲んで栄養分とってそこからこう出かけるって感じにできるのは嬉しいですね。レートがいいと言われている両替所に行って両替をしたいと思います。ホテル前の通りも夜はものすごい賑わいだったけど朝になるとすごい静かですね。着きました。ここですね。両替できました。めちゃめちゃレート良かった。看板にねどれぐらいのレートなのか書いてなかったから大丈夫かなと思ったけど、次々人がね来てたんで人気の両替所だなというのは分かりました。で、1万円で263リンギットでした。2025年の12月下旬時点での金額にはなるんですけど Google のレートとほぼ一緒だったのでかなりいいと思います。どう見てもさ、ここのマンションだけどさ、まだ開発入ってませんみたいな。ここだけだよ低層エリア。ホテルから歩いて5分ぐらいのところにあるミシュランにも掲載された有名なバクテー屋さんに食べに来ました。時刻は今11時半ぐらいなんですけど店内は結構混んでますね。店内に入ったらメニュー表と紙を渡されてこちらに記入して注文するスタイルになってます。メニューは写真付きで英語の記載もあるので見やすいですね。自家製豆乳、冷たくていい感じ。いただきます。うまっ。うまい。日本の調製豆乳よりもだいぶ甘めな感じですけど癖がなくてすごい美味しいです。店内はすごく清潔感があるおしゃれな作りになってます。頼んでから5分ぐらいできたね。結構早い。トッピングしてよかったねこれ。思ってたより量は少ないけどかといってこれより大きいサイズにしたら2人じゃ結構朝から食べ過ぎ。バクテーっていうのはマレーシアの料理なんですけど漢方スパイスを使って豚肉を煮込んだお料理ということです。いただきます。うまっ。あんまり漢方の味が得意じゃないんだけどここのやつは醤油ベースみたいな味になっててうまっ。しみる味だわ。美味しいね。ちょっとだけ甘いかなスープが。でも甘すぎるって感じじゃない。骨付きのお肉。柔らか。豚肉に結構ガーリックの味が効いてる。豚の臭みは全くない。トッピングでこの揚げパンを頼んだんでちょっとだけ汁に浸してもっと癖があると思ってたけど全然食べやすくて美味しい。いろんな国で食べられるけどさもっとあれなんだよね。食べたことがあるバクテーは漢方の味がして味も薄くて自分で調整して好みの味にしていくっていう感じだったんだけどここのバクテーは醤油ベースのもう味調節しなくても美味しく食べられる感じになってる。逆に言うと漢方の味が好きな人はちょっと物足りないかもしれないね。鍋のサイズを一番小さいのかその次のサイズにするか迷ったんだけど小さいサイズで十分ですね。さっきのが骨がついてる部分であとこの豚バラの部分と脂身がない部分の3種類の肉が入ってるっていう感じですね。さっきチェック表のところにもそう書いてある。それが全部ミックスされてくるって感じ。脂がない部分ここは結構固めだ。ジャスミンライスも頼みました。ちなみにお肉の部位は3種類食べた中では私はこの骨付きの部分が一番お肉がホロホロで美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。これから有名な観光地であるバトゥ洞窟というところに行きたいと思います。ブキビンタンの中心地からバトゥ洞窟まではグラブで約20リンギットで30分で行くことができます。さっきまではあんなに高層ビル群の中にいたのに車で 2,30 分来るだけでだいぶ自然の景色になりますね。こっちこっち。はい。チケットセンターあれ無料で入れるんじゃないの？道を教える方がね。
バトゥ洞窟に到着しました。ここはですね、巨大な洞窟の中にあるヒンドゥー教寺院なんですけれども、見どころが3つありまして、1つは金色の42メーターの巨大な像、そしてカラフルな階段、その登った先に洞窟があって、その中にあるヒンドゥー教の寺院なんですけど、今来たら残念ながら金色の像が改装中でしたので、写真を差し込みます。実際はこんな感じです。で、カラフルな階段はですね、2018年に色が完全に塗られて完成したらしいんですけど、ここちょっと高さがとんでもないけど、登らないといけないんで、とりあえず登っていきましょう。猿もめっちゃいると思ったけど、鳩もめちゃくちゃいる。もう野生動物の巣窟みたいになってるよ。さあ、272段の階段の旅、早送りで行きます。登れました。これ階段を持ってたよりも段差が高くてすごい疲れました。足腰に自信のない方はちょっと注意した方がいいかもしれないですね。一番上の段まで上がってきたら奥行きがすごい高い洞窟です。この中の奥に入っていくとヒンドゥー教の寺院があるっていうことですね。静かに風が吹いてくる感じ。この中も結構歩くのかな。こんなでっかい洞窟なかなかないよ。洞窟の中央にあるのがスリスブラマニアスワミ寺院です。この場所は19世紀末からヒンドゥー教の聖地として祀られてきました。ヒンドゥー教の人々は今もこの地でムルガン神への信仰を受け継いでいます。さらに奥へ進むと天井が大きく吹き抜けた空間が現れます。天井の開口部から差し込む自然の光が洞窟奥の礼拝の場を照らします。バトゥ洞窟は観光地である一方、今もなおヒンドゥー教の人々にとって大切な祈りの場となっています。バトゥ洞窟観光し終わったんですけど、帰り道に綺麗なモスクがあるということで行ってみたいと思います。はい、モスクに到着しました。ここはマスジド・ウィラヤというモスクなんですけれども、今見える通りブルーのドームが印象的な、中心地からも比較的アクセスしやすいモスクになってます。ここは2000年に完成した比較的新しいモスクということで、イスラム教徒の方の施設ではあるんですけど、非イスラム教徒の人も見学することができる場所という風になってます。靴を脱いで上がるのね。 OK、 ボタンは全部ちゃんと閉めてください。やってくれます。これ案内してくれる感じになってる？すごい大きいですね。すごい大きい。教えてもらって理解しました。この木がマレーシア式で、この大理石もマレーシアスタイルで、天井がエジプトスタイル、正面に見えるブルーの色がイラン式で、その横にあるアーチの形がサウスアフリカ。ちゃんと理解しました。すごい壮大ですね。モスクの見学が終わりました。いきなり始まったツアーだったんですけど、しっかりモスクの中を見学できたので良かったです。最後ちょっと募金コーナーみたいなのがあったので、そこにお気持ち程度ですが少しお金を入れてツアーが終わりっていう感じでしたね。マレーシアのランドマークタワーのペトロナスツインタワーに到着しました。ここはですね、世界的にも珍しい同じ形をした高層タワーが2つ並んでるところなんですけれども、マレーシア国営のペトロナスっていう石油会社が建てたビルでして、施工したのが1号棟目が日本のハザマコーポレーションっていう会社で、2号棟が韓国のサムスン物産というところが建てたそうです。高さが452メートルありまして、完成当時1998年には世界で一番高い高層ビルとして話題になったそうです。下の方は商業施設になっていて、その上からほとんどの場所がオフィスとして使用されていて、上の方に行きますと一部展望台として観光できるスポットになっているっていうことです。中の方に入ってショッピングも今年末でね、結構セールやってるみたいなので入っていきたいと思います。商業施設の入り口は左側の方のちっちゃい入り口なのかな。こっち全部オフィスや。まあ
なんか豪華な作りだね。でも思ったよりはちっちゃい高級ショップがいっぱいあるんだけど、お買い物もちょっと見たい気持ちはありつつもお腹が空いちゃったんで、4階にねマレーシアで人気のファミリーチェーンみたいなお店があるんで行ってみたいと思います。あ、着きました。マレーシアで人気のファミリーレストランマダムクワンズに来ました。今夕方4時っていうすごい微妙な時間なのに結構混んでますね。ここ奥がいいな。メニューがマレーシア料理のサテがあったり、麺料理なんかも結構たくさんあるな。洋風のメニューとかもあるんだね。海鮮系も何でもある。デザートメニューもあって、カフェタイムにも来れるよっていう感じになってるんだね。最初にデザート来ちゃったんですけど、サゴグラマラッカっていうマレーシアを代表するスイーツ、タピオカみたいなこのサゴっていうつぶつぶのものとココナッツミルクとあとパームシュガーを合わさったデザートということです。いただきます。うまっ。ただのココナッツミルクじゃなくてパームシュガーが入ることによって香ばしさが加わってめちゃめちゃ美味しい。このココナッツミルクの食感がトロンとしててヨーグルトみたいになってます。これね、ココナッツミルクがあんまり好きじゃないよっていう人も食べられると思う。癖があんまりない。ライムソーダ、スパ具がエビとあと厚揚げとナス、鶏肉で、あと野菜がもやしが入ってて麺が入ってるっていう感じかな。もっと甘いかと思ってた。全然甘くないし、ココナッツミルクの味も結構控えめで美味しい。麺は思ってたよりもかなり柔らかいのでちょっと好みが分かれるかなっていう感じ。ただスープの味はココナッツの主張が強すぎるわけでもなく、ふんわり香ってきてさらにスパイスも効いているのですごく美味しいです。エビも大ぶりで殻が剥いてあるのすごく食べやすくて嬉しいですね。そんな辛い出たの？だって考えてみても、朝野菜食べて昼バクテー、まあ朝みたいなもんかね。消化に良すぎてもう胃の中に何もないもんね。いや夜まで我慢できないよね。もう夜ですけど。美味しかったです。ごちそうさまでした。今18時なんですね。めちゃくちゃ明るくない？日本だったらもう真っ暗だよね。一度ホテル戻ってきまして、これから夜ご飯を食べに行きたいと思います。クアラルンプールで一番美味しいと言われている海鮮レストランがありますので、そちらに行きたいと思います。そこのレストランはクアラルンプールの郊外にありまして、車で30分ぐらいかかるのでちょっと遠いんですけどコスパもいいって言われてますので、海鮮の価格がどんな感じなのかっていうところもお伝えできたらいいなと思います。郊外だから道が空いててタクシーで20分ぐらいで着きました。周りがあんまなんもない感じなのに結構混み合ってる感じですよ。こんな水族館みたいな。わあ、めっちゃしかもいいとこ通してくれる。今日は平日ですけど店内結構混み合ってます。席の真横にすごい巨大な水槽がいっぱいある。メニューが何があるよっていうの書いてあるんだけど値段は書いてないんだよね。調理法が書いてある。海鮮の価格は生けすに書いてある時価の価格で計算しますよっていう感じなのかな。食べ方も日式スタイル刺身とかいろんな形で書いてある。おすすめをそれぞれ聞いて食べるのが良さそうですね。わー、こんな綺麗ででっかい生けす群はあんま見たことないですね。これがチリクラブのやつで1キロ8000円するんですけど、700-800g だから1匹5000円ぐらいですかね。わー、こっちのいいかな？オッケー。でかいね。いいかそれ。
わー、うわ、でかっ。これちょっと高いかもよでかいな。塩卵炒め。じゃあこれ、オイスター。このオイスター1匹700円ぐらいする。2。鸡啥？干母的？好呀。アワビはでも結構高いやめよう。めっちゃでかいカニはなんか売れなくてどんどん安くなっとるで。個人的に受けたのはそのオーストラリアスノークラブ。ここはね、タイガーの生ビールがありました。乾杯。うまっ。早メニュー来るの。エビです。わー、でかめのブラックタイガーの塩卵炒め。さっきまで生きてたやつ。むちゃくちゃ生きよかったよね、これ。味噌がすごい。うまい。濃厚ですね。ちょっとこう苦味もあって大人の味って感じ。うまー。いただきます。うまっ。1人3個でよかったよ。すごい豪勢。サイズがでかすぎる。殻に味がついてるから殻ごと食べるのが正解なのかなと思ったけど、なんか周り見てるとそんな感じでもないので剥いて食べてるけどね、食べると味はしっかり染みている。溢れ出る味噌でホタテが来ました。めっちゃニンニク乗ってるで。でっか。ガーリックと春雨が大量に大きなホタテに乗っかってて美味しそう。うまっ。限りなくレアですね。春雨にはちょっと紹興酒がかかってて、ホタテも結構生な感じで、硬いっていうよりは柔らかい食感ですごい美味しい。ここのやつは少し甘みもあって新鮮感ある。出ました、チリクラブが。でかいな。でかっ。とんでもない大きさのやつが来ました。すごい量じゃない？これで、700g なんで5600円ぐらいなんですよ。今シンガポールでチリクラブとか食べたら数万円とかするところもあるぐらいだからお得感があるよ。超でかくない？顔と比べたら伝わるかな。ちゃんとね食べやすいように割ってくれてるんだけど、それでもむっちゃ硬いで身入り 100% って感じ。いただきます。ちょっとチリだからちゃんとチリをつけて。うまい。これはでもとにかく新鮮な身の弾力とこのチリソースの味がめちゃくちゃうまい。これは極上だね。マントゥマントゥうま。サクサクで甘くてふわふわで、このソースとめちゃくちゃ合うじゃないかこれ。ワンカキチーズいっていい？あそこの19リンギットするカキをチーズ焼きで。うわ。どうやって食べるのこれ？ペッてしながら食べるもん。あんま YouTube 向きじゃないね。うまそう。めっちゃうまそう。ローストダック。うまっ。臭みゼロ。これに巻いて食べる。うまそうな部位。中間部分の足をほぐして、それにチリソースをあえて揚げたてのマントウに乗っける。まあ締め柿ってやつですよ。締め柿。締め柿ってやつ。チーズですか。おお、結構でかいね牡蠣が。これ熱いんじゃない？おいしい。ギリギリ攻めてる味だわ。このさっきのホタテもそうなんだけど、かなりレアめだから、レアめな牡蠣と焼いたチーズって聞いてどう？こんがり焼いた感じと思いきや、裏側めちゃくちゃレアだから。
ひらめいた。チーズに一番合うものってやっぱパンだから、こうでこうですよ。いただきます。うまい。この絶妙にちょっとレア加減だった牡蠣の感じを下でしっかり揚げられてるマントウとこのチーズでサンドすることによってむちゃくちゃ美味しくなる。まあ強いて言うのはレモンここにかけたらもう完璧ですね。最後の一口。海がす強め。ごい。なんだかんだマレーシアの本格海鮮レストラン初めてでしたけど、味は全部新鮮ですごく美味しかったです。マレーシア特有の甘めの感じの味付けなのかなと思ったけど、そんなことはなく、もともとここのレストランがシンガポール発祥っていうこともあって、限りなくシンガポールの味付けに近い、そして中華風の要素も加わった、そんな感じの味付けで美味しかったです。料理自体が420リンギットで、その他にサービス料がいろいろ乗っかって488リンギットでした。日本円にして1万8000円ぐらいなんですけど、そんな高かったかなと思って、何が高かったかと伝票を見たら、まさかのホタテが1つ2000円もしてた。中国でもさ、ホタテって結構高級だけど、2つで4000円はちょっと衝撃を受けましたよ。だってワタリガニとホタテの価格がちょっとしか変わんないんだよ。ホタテとカキがなかったら1万2000円で1人6000円ぐらいで済んでいるので、だからエビとワタリガニは安いから、ここに来たら貝類ちょっと避けた方がいいかもしれない。はい、ブキビンタンに戻ってきました。ここはですね、チャンカットブキビンタンと言いまして、欧米風のナイトクラブであったりパブなどなどが集結した通りということで、夜さらに盛り上がりを見せる場所ということなので散策していきたいと思います。通りのすぐ一番最初にあるのがハバナバーなんですけど、ここがね一番人気のバーということです。本当に短いこの坂道のところにギュッとしてる感じなんだね。せっかくだから一番盛り上がってるところに行きたいな。なんか呼び込みの人もすごいわ。もはやでもどこの店に入ったらいいかわかんないね。価格見てたらビールの500で60リンギットとかだったから結構高めなんだね。今端から端までぐるっと見たんですけど、盛り上がってるところ入るの勇気がいる感じだったので、入り口の一番有名で人気なハバナバーに行きたいと思います。ここがね結構一番雰囲気も良さそうだったんだよね、おしゃれで。Where are you from? ジャパン。 Japan, arigato. ありがとう。ハイネケン。あ、うまい。気候が暑すぎず涼しすぎずって感じだからね、酒がめちゃくちゃうまく感じるね。モヒートです。お店の方のおすすめ。ミント濃、ライムの味もしっかりしてお酒も強めな感じで美味しいけど、飲みすぎたらすぐ酔っちゃいそうな感じだ。ビールが美味しいからなんかちょこっとつまもうかなと思ったらナチョスがおすすめっていうことだったんで頼みました。あったかできたて。さすがに手で食べちゃダメよってでっかい。食べれると思う。アボカドチーズと牛肉のミートソースが乗ってます。そこそこうまいって感じですね。もう一杯だけ。これ酔っ払った。ホテル戻ります。ごちそうさまでした。今日泊まるホテルはドーセットホテルです。KLCC の少し近くのホテルに移動してきました。この辺りはですね、高級ホテルが立ち並んでるエリアでして、ドーセットホテルの隣には5つ星ホテルリッツ・カールトンがありまして、その少し奥に行くとウェスティンホテルもあります。チェック
クイーンの時間は3時からだったんですけど、12時に入れてくれました。優しい。シンプルな作りのモダンなホテルですね。こちらのお部屋は1泊1部屋1万3000円です。朝食はついていません。ベッドのサイズは大きめ。ちょっと硬めですね。お仕事の時に使うようなデスクが1つと、まあまあデカめのソファー。少し古めのホテルなのかな。眺望は18階だからいいんじゃないの。目の前に眺望を遮る建物がないので、かなり開けてますね。開放感ある。夜の景色はこんな感じです。ベッドの正面には少し小ぶりなテレビがあります。電気ケトルがあって、フリーの飲み物がある。お水はないかな。冷蔵庫もあります。でアイロン台があって、金庫、スリッパは薄めのタイプ。ドライヤーもあります。洗面所は洗面台があって、アメニティは歯ブラシとシャワーキャップとサニタリーバッグなので必要最低限っていう感じです。手を洗うソープはあります。ユニットタイプでトイレはこちらにありまして、その横にシャワールームがあります。シャワーは手持ちとここから出るタイプ。シャワージェルとシャンプー&コンディショナーって一体型のやつがあります。水圧は強くはないけど使う分には問題ないくらいですね。清潔感もあるし、景色もすごく綺麗なんだけど、全体的な作りがちょっと年季感じる感じなので、1泊目のホテルと値段が1泊あたり3000円しか違わないことを考えると、ちょっと前のホテルの方が良かったかなと思います。4階にプールとフィットネスがあるんですけど、その横になんかおもろいバーの名前がバールーム港区です。なんか写真と全然違う気がする。アゴダに載ってたプールの写真はこちらです。実際のプールはこんな感じ。今12時半ぐらいなので、ホテルの近くでお昼ご飯を食べたいと思います。 Google 評価の高いチキンとチャーシューライスのお店に来ました。 OK、 ローストチキン and ローストダック and バーベキューポーク and ローストポーク。メニューの種類がいろいろあるんですけど、このミックスできるものにしました。煮卵と豆腐も追加しました。店内はいろんなお店のお客さんが席を共有して使っているので、席確保はちょっと難しいけど、待てばすぐ空きますね。10分ぐらいで出てきました。煮込み豆腐と煮込み卵、最後お会計の時にいるって言われたからいるって言った。これがバーベキューポークとローストポークのコンボで13リンギット、スープ付き。ローストチキンとローストダックのコンボで10リンギット。こちらももちろんスープ付き。この頼み方したのは全種類の肉をちょっとずつ食べたかったから2人で来たらこんな感じで頼むとね、いろいろ食べられていいんじゃないでしょうか。ではいただきます。ポークからいこうか。クリスピーポーク。これローストポークってことだよね、要は。うまっ、うまい。このソースもちょっと酸味が効いてて辛くて美味しい。結構ご飯にもしょっぱめの味付けがしてある。肉柔らかい。これはバーベキューポーク。甘い。これちょっと甘すぎるね。美味しいんだけど、テリヤキソースのもっと甘い版みたいな味がする。これがローストチキンです。チキン柔らかくてうまいね。これがローストダックです。カモもあんまり私得意じゃないけど、臭みは全くないで、柔らかくて少しスパイスの味もします。お肉全部サクサクした感じではなくてしっとりめだけど、唯一ローストポークはこの皮の部分がサクサクしてるから、柔らかい感触とサクサクした感触どっちも楽しめて美味しい。4種類の中でどれか1つだけおすすめ選んでって言われたら、このローストポークを選ぶかな。ローストポークは皮ごと揚げてるから、この皮の部分だけサクサクして中はジューシーにしっとり仕上がるんですよね。追加でつけた豆腐、見た目よりは味が薄くてちょっと箸休めになるような感じの味だ。煮卵、スープは何味だこれ。なんか
いろんなお店が入ってんだけど、やっぱここのお店が一番並んでるな。サクッと食べられて美味しかったです。ごちそうさまでした。こういうお茶買ってる。落ち着き加減が違うから。240円。まあ高いけど。お昼ご飯食べ終わったんですけど、もうちょっとご飯食べれるかなと思いまして、観光も兼ねてチャイナタウンの方に行きたいと思います。信じらんない。なんかね、タクシーがこの時間混むのか、距離的には3キロぐらいなんですけど、19リンギット、1000円弱ぐらいかかるみたいです。チャイナタウンに来ました。ここは一番メインの通りのペタリンストリートっていうところなんですけど、屋台がずらっと並んで、買い物とか、あと食べ歩きもできるエリアということで、ちょっと散策していきたいと思います。ここではね、お土産を買ったりもできるんだけど、基本的に全部値段交渉して買っていくような感じだそうです。もう見てる感じね、ハイブラっぽいバッグとか、絶対違うだろっていうアディダスの T シャツとかも売ってる。見た感じなんか食べ歩きって感じじゃなくて偽物がむちゃくちゃ売ってる通りって感じなんだけど、これはなんかここに来てなんか買い物した方がいいですよっておすすめしづらい感じだよね。もうひたすらに同じようなもの売ってるね。タイみたいだね。チャイナタウンにありますこちらのお店でアサリ麺を食べたいと思います。2 people。なんかアサリの匂いするな。ミシュラン。オーダーは QR コードから。アイスレモンティー、結構でかい。出来合いのさレモンティーが出てくるのかなと思ったら、このマレーシアの気候に絶妙に合った酸味と甘みのレモン茶だった。来ました。でかっ。1個以下のサイズがでかいんだね。エビでっかっ。半分に割ってくれてるから食べやすそうだね。あとね、アサリの粒がでかくて驚いた。麺は細めの米麺。2軒目なのでさすがに1人1個の麺は多いでしょって思って1個頼んだんですけど、周り見たら1つの麺をねシェアしてる人も多かったです。っていうのも量がめちゃめちゃ多いんですよ。普通のアサリ麺が18リンギット、エビの麺もあってそれが29リンギット、さらにその下にエビとアサリが入った麺が34リンギットであったので、一番高級なやつなんですけどシェアだからいいかということでこちらを頼みました。いただきます。めっちゃアサリの出汁が出てる。ちょっとピリ辛だね。お米の麺は結構やわめで舌で噛み切れちゃうぐらい柔らかいで、なんか汁吸っててどんどん増えてきてる。春雨みたいな感じかな。アサリの麺かアサリとエビの麺を食べてる人が多い。エビだけの麺食べてる人はいないかな。驚いたのがエビに味噌たっぷりなの。濃厚すぎて麺にこれを入れて食べるのが正解なのか、それともこれは焼いて食べてもめちゃくちゃうまいエビなんじゃないのっていう。マレーシアンエビの価格は安いよね。結構アサリ以外の貝が高い。エビの頭の味噌をスープに溶いて麺と一緒にいただく。絶対うまいよね。エビ味噌麺。アサリだしにエビ味噌が加わると真骨頂ですね。麺が本当に多いです。だからこれは別に高くはないです。2人で本当シェアしてちょうどいいぐらいの量だと思います。すいません。エビの味噌をね溶くとねちょっとコクが。アサリの親分みたいなやつがいたわ。何個入ってんのっていうか、剥いても剥いてもアサリが、これ贅沢すぎるね。アサリの殻をちょっと食べやすくしました。これで一気にすすれるわけだった。もうほぼ完食。ごちそうさまでした。ソリー。私ここにいますから本当危ないからすいませんっていう感じで通れば大丈夫。ここ一本路地に入ったところが今おしゃれになってきてるんだそうで、ちょっと行ってみましょう。まだできてる途中や。壁がいっぱい書いてあるんですけど、ナウで今書いてる人いるから、あそこにアート通りになってるんだって。でもどう、ほらちょっとさっきのチャイナタウンと雰囲気は変わるよね。でもほら提灯がかかってたりして中国の雰囲気を残しながら新しいアートエリアに変わってきてる。ということでアイス食べれる店がねある。あれ、ここら辺あった。黄色の建物が目印のこちらです。
ココナッツ味のソフトクリーム。うまい。見た目からして結構甘さも強めなのかなと思ったんだけど、自然なココナッツの甘さと、ふんわりなんか鼻にくるいい匂いが合わさってすごく美味しい。シャーベットとアイスクリームの中間みたいな感じ。めちゃくちゃ重いんですよ。ちゃんとここまで入ってる。酸っぱめの酸味が効いたコーヒー。カフェのすぐ横にフォトジェニックなスポットがあるので行ってみたいと思います。チャイナタウンからムルデカ広場という観光地まで歩いて10分ちょっとで着くということなので行ってみたいと思います。私は今ムルデカ広場に来ております。ここはマレーシア独立の象徴として知られているスポットとなっておりまして、横にあるのがメインの時計台なんですけれども、残念ながらここも今修復工事中ということで、本来の写真こちらです。1957年8月31日にここで英国旗が下ろされまして、マレーシア国旗が初めて掲げられた場所ということです。以後独立記念日や国家行事の舞台として重要な役割を担っています。夜になりまして、もう一回 KLCC に戻ってきました。毎日この噴水広場で噴水ショーが開催されるっていうことなので、そちらを見たいなと思ってきました。夜になるとツインタワーの迫力もより一層増しますね。今日の晩ご飯は KLCC の中にあるスシローに来ました。マレーシアに来てあえてスシローかいって感じだと思うんですけど、スシロー日本はもちろんのこと世界中にあるので、日本と比べて味や価格がどんなものなのという興味本位で来てみました。事前にアプリから予約をしてたら待ち時間なくすんなり入れました。店内は日本と同じ感じですね。お醤油の種類は日本と一緒です。ちなみにマレーシアのスシローは2025年の2月にここクアラルンプールの KLCC の中にできたので、海外では200店舗目らしいんですけど、他のところではもうたくさんチェーン店あるけど、こっからどんどん増えていくんですかね。日本と同じくパッドで注文するスタイルなんですけど、日本語メニューがありました。一番安いので 5.8 リンギットで日本円にして220円。日本の倍ですかね。さすがのマレーシア。生車エビ 5.8 安い。中トロは 10.8 リンギット。1貫だから結構高額で、さらに大トロになると1貫で 15.8 リンギットなんで600円。スタンダードなメニューは日本の倍ぐらいで、ただ物によっては安いものもある。麺類も日本と全然メニューが違う。しらす混ぜそば、マグロ醤油混ぜそば、どちらも 15.8 リンギットで600円ぐらい。ちょっと待って、天ぷら安い。エビ5本で 15.8 リンギットで、600円ぐらい。生ハムみたいなカラーの赤身が来ました。いただきます。落ち着く。うまい。マグロって書いてあるけど、多分本マグロじゃないとは思う。米ちゃんと日本の米じゃん。うん。酢飯もうまい。生サーモン2貫 5.8 リンギットなんですけど、これはね、安いと思う。日本だともうちょっと生サーモンって高かったと思う。うまっ。日本のスシローだと生サーモン1貫180円なんですよ。つまり2貫にすると360円なんだけど、マレーシアでは生サーモンが2貫で 5.8 リンギットだから、これお得ですね。生エビうまい。いや、見てるとみんなエビを食べまくってますね。マジでね。ビンチョウマグロネギトロのせ 5.8 リンギットなんですけど、ビンチョウがむちゃくちゃトロの部分だわ。トロだ。おいしい。美味しい。海外のスシロー行った中では一番うまいかもしれない。日本もさ、よくスシローでキャンペーンやってるけど、お安い値段のメニューこれ今いつもとに加わってありますよーっていう、
その中の一環の生車エビとか、このビンチョウ。これが通常メニューの赤エビ、5.8 リンギット。生エビの方が甘みがあって、車エビの方がこうシャキシャキした食感もあって、どっちもうまい。イカ松笠握り。弾力がおいしい。漬けマグロガーリックのせ。一気に海外っぽい味になる。昨日1個2000円取られたようなホタテはあるんでしょうか。ホタテは 10.8。 1貫500円しないの。エビ天ぷら5本で 15.8 リンギットです。揚げたて熱々、醤油しかない。うまい。待って、ビール飲みたい。ビール合います？お酒ってあんのかな？酒ない。なるほど。文化だね。大トロを頼んだんですけど、ネタが横に乗ってます。これ間違えたのかなと思ったら、もう一個来たのも横に乗ってるから、ペロンってさせるのがデフォの盛り付けなんだと思う。日本のスシローで出てくる大トロのクオリティじゃない大トロですね、これは。本当に本当。高くしてるから、それだけこういいやつを使ってんじゃないのかなって感じ。アサリとアオサのお味噌汁8リンギットです。日本と変わらない味。美味しい。ソフトシェルクラブの握り。うまいけど寿司じゃなくてもいいかな。店内揚げたてキス天ぷら。そうなの？ベトナム産のキスって多いんだから最近。ふわふわだ。つぶ貝 7.8 リンギット。ゴリゴリでうまい。めちゃくちゃ新鮮じゃないこれ。茶碗蒸し。茶碗蒸しの中にはホタテとかまぼこと鶏が入ってます。しらす混ぜそばを頼んでみました。日本ではよくうどんそばはあるけど、卵麺って珍しい。とりあえず混ぜる。日本人から見たらもうこの新鮮な生エビは羨ましい。日本じゃ食べられない。なんか想像してた以上に日本のスシローと違くてお得なポイントがあって来てみてよかったです。ということでごちそうさまでした。おはようございます。今日は今朝の10時過ぎなんですけれども、クアラルンプールで一番人気のナシレマが食べられるお店に行きたいと思います。車で約25分で到着するということです。到着しました。まだ並んでないのかな。席を見つけて、相席的な相席だ。すぐ座れた。超満席じゃん。すごい。メニューは英語メニューで写真もついてるので分かりやすいです。この名物のナシレマを頼みました。飲み物のおすすめはこちらということだったんで、これも1個頼みました。今10時45分なんですけど、ちょうど来たタイミングでパッと入れたけど、その後バーッと後ろで行列になってるからナイスタイミングだったかもしれない。11時前に来るといいって書いてありましたね。朝6時半からやってたけど早すぎる。ナシレマはマレーシアの国民食って言われるぐらいポピュラーな食べ物なんですけれども、一番の特徴はココナッツミルクとパンダンリーフで炊いたご飯なんですけど、そこにサンバルソースっていう唐辛子ベースの甘辛いソースがついていて、でその他にもいろんなトッピングがついてるんですけど、それを混ぜながらメインのお肉、今回はナシレマアヤムゴレンっていうフライドチキンがついた一番定番の組み合わせのタイプを注文しました。全部を組み合わせて合わせながら食べるとすごく美味しいということなので、滞在中に一度は食べたかったのでとっても楽しみです。レイヤーミルクティー、甘くて美味しい。注文で一緒に温泉卵を頼んでる人が多かったんで頼みました。多分ね、ソースが辛いんだと思う。チキンでかっ。いただきます。
まっ。濃すぎずで味付けがすごいうまい。で、ココナッツご飯と一緒に合わせて食べるの。めちゃめちゃココナッツの味がする。全部をほぐして合わせて食べてるよね。なんか他の人たちを見てると。でちょっとほぐし作業をしてこんな感じでお肉をほぐしてサンバルソースをあえて辛うまい。サンバルソースがめっちゃうまいんだけどめっちゃ辛い。日本人的辛さ感覚で言ったらかなり辛い方じゃないかなこれは。だから辛いの食べられない人は要注意です。サンバルソースをかけすぎない。卵もあえて食べます。うまい。チキンの味付けが結構薄めだからこの周りのサンバルソースの味をつけると味がちょうど良くなって美味しいですね。この量で13リンギットはめちゃくちゃ安いね。なんかここデリバリーもすごいらしくて店前にむちゃくちゃデリバリーの袋置いてあったんだけど、もしここまで来る時間ないよっていう人はグラブのデリバリーとかで頼めるらしい。サクッとすごい熱々フードって感じじゃないからデリバリーでもいいのかな。温玉をね頼んだのはナイスチョイスでしたよ。日本では食べられないマレーシアの食体験っていう感じですね。ここのお店全体の雰囲気も含めて美味しかったです。ごちそうさまでした。梨レマ食べ終わったんですけどこの周りってもう他に見るもんないかなと思って Google マップ見てたらローカルの人が行くようなエビ釣り場があるということで歩いて15分20分ぐらいで着くのでちょっと行ってみようと思います。暑い。郊外に行くとこんな感じになります。ちょっとローカル道を進んだ先が階段階。一応今日土曜日ですから週末なんで盛り上がってるはずなんですよ。着きました。ウタマファームです。クアラルンプールで一番評判のいいエビ釣り場。台湾でエビ釣りにハマりまして広州で痛い目を見まして世界で行くのは3カ国目。マレーシアのエビ釣りはどんな感じなんでしょうか。やってますよねこれ多分ね。ハロー。プランがありまして2つの種類のエビがいるらしくて下の方がタイガープラウンでちょっとちっちゃいサイズでこっちは淡水の方で大きなエビがいるみたい。グッドロットOK シュリンプボックス。こっちの方がねでかいエビの水槽で左側ちょっと安いんだけどちっちゃいエビなんだって。常連のおじちゃんもこっちなんでこっちにしてよかったと思います。でかいらしいです。磯目ですねこれは。1センチぐらいにカットするんだね。磯メーサーは初ですね。でも池だからより釣れそう。針がでかい。You put only this like this. OK。基本の釣り方。Anything you put. OK。エビはさやっぱあったかいところが好きだから東南アジアの場所いいんじゃないかなと思ってんだけど。暑いよ。土曜日だから期待してたんだけど。いますねエビ。潜った。外。下手。私もっと待ちたい派なんだけど。でかいわあ。ちょっと待って、めちゃくちゃでかい。うまそう。結構でも食い気強い感じするんだけどね。おーちっちゃいのも入ってんのかお前。これもいるけどでかいのも入れとかなきゃ。浮かれてしまった。なんか多分外はティラピアの釣りもあるって書いてあって、でも人増えてきましたよ。ファミリーがオープン1分できたからちょっと気合い入れすぎたっていうか。います。もう絶対に合わせない。なぜなら奴らは手で食っている。沈め待つ。頼む。OK？ 引き合わせね。Thank you。角に合わせるんじゃなくて利き合わせでだんだん引いてくるときに自然とかかるの的をねっていうさ手なんかエビ釣り界で一番でかい。でかい。ベリーベリービッグ。いやエビの進行方向と逆に。
うい。掴むのが早いの。これマレーシアの至る所に看板出てるんですけど、ポカリスエットソーダみたいなやつ。ここは飲み物の販売がなかったんですけど、お店の人が買ってきてくれるよって言ってお金を出して買ってきてくれました。親切。結構でかい、結構でかい。はい。エビプロになれるかな。一緒に泳ごうぜ。うい。はい、終了です。なんか思ってたよりもたくさん釣れて楽しめました。1竿で2時間で8匹釣れました。1匹逃がしちゃったんで7だけど、当たりはたくさんあってすごい面白かったということで、こちらのエビを調理していただいてお昼ご飯食べたいと思います。釣ったエビをさ、エビ釣り場の横にあるこのレストランで食べようと思ったんですけど、今日はなんか空いてないよって言われて食べられませんでしたので、ちょうど同じ時間帯に日本人の家族の方が釣りしてたので、その人にあげたんですけど、その人から聞いたらいつもは空いてるらしいです。なのでちょっとタイミングが合わなかったということで、ちょっとねお腹がまた空いてきちゃったんで、チキンライスを有名なお店で食べに行きたいと思います。到着しました。実は昨日チャイナタウンに来た時に入りたいと思ったんですけど、お腹いっぱいでちょっとね断念したんですが、来ちゃいました。ナムヒョンチキンライスです。毎年ミシュラン取ってます。注文は QR コードでするスタイルで、メニューは全部写真が載ってるので注文しやすいです。一番人気がローストチキン 14.96 リンギットって安いよね。あとお肉のコンボみたいのもありました。昨日食べたとこと似た感じで、お肉の単体もありましたんで、一番人気のローストチキンと蒸したチキンの、あとこのカリカリ豚の単品頼みました。でその他にも麺料理とか他の定食単品料理もいろいろあって、意外とメニューの幅が広いですね。天津もあるしデザートもあるで、飲み物もいろんな種類があります。ソースが3種類あって、チリソースと生姜のソースと醤油のタレ。これは甘い醤油ベースのタレか。レモン茶です。しみる。3種類の肉をシェアするとこうなります。ローストチキン、蒸し鶏、ローストポーク。いただきます。一番メインのローストチキン。鶏は冷えてて結構食感しっかりめ。うまいね。ご飯うまっ。バランスがいいね。もう少し味を濃くしたいので、生姜ソースとチリソースをつけて食べてみる。ご飯とチキンの量が結構多いから、ローストチキンで 14.96 リンギットだったかな。最高。鶏だしのスープ。蒸し鶏との味の違いはあんのかな。蒸し鶏です。柔らかい。柔らかいお肉が好きな人は蒸した方がいいかもしれない。根本的な味はどっちも一緒なんだけど、ジューシーさ加減はローストの方が感じられるかな。お米の塩加減が絶妙にうまい。ちょっと味ついてるよね。日本にいてもね、チキンライス食べるぐらい好きなんですよ。やっぱレベルが違うね、こういうとこ。ローストポーク。香ばしいね。これビール欲しくなっちゃうぐらい塩味が強めかな。ローストポークには甘いタレをちょっとかけてみよう。合う。このソースがむちゃくちゃ甘いわけじゃなくて、ちょっと香ばしい系のソース。どっちが好き？ローストと蒸しと。蒸しか。私も。セットもあるんでしょこれ。ある。ハーフ&ハーフとかもできる。一番いいのはハーフ&ハーフでどっちも食べて味を食べ比べするのがいいと思います。ローストチキンの方は骨がついてるんですけど、蒸し鶏の方は骨がついてないんで食べやすいっていうのもあって、蒸しの方がちょっといいかなと思いました。味はどっちもすごい美味しい。単純に食べやすさの問題。めっち
ちゃ混ぜですか。ビブグルマンってただ掲載されるよりも位が高いのね、多分安くて値段以上のものを提供している店のことをビブグルマンらしいから、うちは価格以上にいいもの出してますよっていう。うまい。完食です。美味しかった。パビリオンに来ました。ここは名だたる高級ショップが連なっていて、その他にもいろんなものを買えるお店が集まっているデパートみたいなところですね。今日は週末っていうこともあって人が平日に比べてものすごいごった返してるんですが、ちょっとどんな感じか散策してみたいと思います。本当に人めっちゃいるじゃん。すでに人疲れ。年末でセールやってんのと、あとクリスマスね。あったポップマット見えたわ、あそこに。わー、なんだか本当に広くて壮大な作りのデパートですね。ちょっとここだけめちゃくちゃ混んでるよ。なかなか買えないもんあるかな。ちょっと待って、初めてラブブ売ってた。やば。っていうか待って、めっちゃ品揃えがいいよ。クアラルンプールのパビリオンの中に入ってるポップマントは事前予約なしでも人気のエナジーシリーズを買うことができました。今夜の10時半でクアラルンプール最終日の夜ご飯をこれから食べに行きたいと思います。ホテルの近くにミシュラン掲載の海鮮のお店があったので、ちょっとそちらに行きたいと思います。なんだかんだ滞在中に傘を差したのって1回ぐらいしかなかったから、雨季でも、降るときは降るけど降らないときはね結構止んでて、観光自体はすごいしやすかったですね。クアラルンプールのミシュランに掲載されたお店で手頃なお店は結構閉まる時間が早いんですよね、どこも。ここのお店は夜の2時までやってるってことで、割と遅くまで観光してても行けちゃうお店、こちらです。ハイカーラン、ミシュランビブグルマンを獲得したお店です。2021年にできたばっかりのお店なので、まだ比較的新しいお店。海鮮ヌードルが有名なお店なんですけど、それ以外のメニューもあるっていうことで夜ご飯にも向いてるかなと思って来ました。こんな感じで一品料理もいろいろあったり、裏側にはお粥のメニューとか、あとこのお店のメインの海鮮麺のメニューがいろいろあります。自分で好きな海鮮を選んで入れられる感じになってますね。飲み物はカフェ系のメニューもあるけど、ちゃんとビールもある。海鮮鍋のメニューと海鮮の一品メニューもあります。値段も比較的書いてあるものが多くて、直のものもあるから、それはその都度。いけすのやつが多分直だね。ここエビとかはほら書いてあるでしょ。本当だ。エビは 100g18.9 リンギット。いや最後にちっちゃいいい店を見つけました例えるならマレーシア居酒屋スタイルみたいな感じかな。ちゃんとミシュランには2023年から毎年選ばれてますから。コーナービール乾杯。生ビール嬉しい。これソフトシェルクラブ。3分ぐらいで出てきた。おう、この謎の紫のソースなんだろう。これアサリの炒まったやつ。でかいんだよアサリが。つまみ的なソフトシェルクラブ。この紫のソースなんだろうね。このソースなんだろう、甘い。マヨじゃない。ソフトシェル自体は、普通にソフトシェルクラブのうまい。唐揚げで美味しいです。あ、うまいよ。ふわふわだ。これで19リンギットは安い気がする。アサリです。ここがでかいんだよ。うまい。めちゃくちゃ新鮮だ。美味しい。アサリ粒がでかいから炒まっててもこうちっちゃくなってないんだよね。すごい美味しいつまみ。レモングラス的な感じなのかなと思ったけど、中華醤油炒めみたいなやつだ。美味しい。結構クアラルンプールは昼ご飯のお店はたくさんあるんですけど、夜のお店がね結構ハイソなお店が多くてですね、なかなか一人旅二人旅の人はどこ行こうかなって迷っちゃうと思うんですけど、ここはお昼ももちろんやってるんですけど、夜にちょっとお酒飲みながらなんかいろいろつまみたいよねっていう人にもすごい良い気がします。店内もね雰囲気がすごくいい。でかい扇風機が天井から回ってるんで涼しい。塩卵炒めって2日前に海鮮料理屋さんで食べたけど、これはなんか揚げた感じになってるんだね。イカの塩卵炒め。
うまー、うまいうまい、これめちゃくちゃうまいわ。塩卵炒めってマジで刺さる食い物だから。まあ、1000円ちょっとでこの量で一皿で食感もプリプリなんで新鮮だと思います。これはねかなりお得な一皿だと思いますよ。ここのお店は海鮮麺が有名なお店だから締めに麺食べたいんでご飯は我慢します。東南アジアあるあるなんだけども、その Google マップに絶対桜でしょっていうコメントがあって高評価のお店っていうのが結構あったりするんで、私は大体いいなと思ったお店を見つけた時に悪い評価の方を見てどんなことが書いてあるかなって見て、行くか行かないか決めるんですけど、今回行ったお店っていうのは、その中でも絶対美味しいだろうなと思ったところを選んでいきました。その中でもそのミシュランに選ばれてるお店っていうのはやっぱりね評価がどこも良かったんですよね。迷った人はまずちょっとミシュラン見てみて自分の行きたいお店があるのかどうかっていうのを探してみるのも、一つの手なのかなというふうに思いました。結構醤油とガーリックの下味が効いてて美味しいんだよね。生ビールもう1種類の札幌頼みました。なんか一番人気の海鮮麺頼んだけど、ものすごい数の海鮮が入ってて何が何だかよくわかんない。魚とカニとエビと貝も入ってて、海鮮全部盛りって感じですね。汁をでかいな。甘うま海鮮だしって感じ。マレーシア感じる甘さに複数の魚介類の濃厚な旨味が加わった結果、美味しい汁が出来上がっている。麺は選べたんですけど、ナンバーワンとついていました黄色麺にしました。卵麺だね。麺自体はやわめ。この麺が30リンギットで一番惜しいみたいな感じで書いてあったんですけど、その横にフィッシュヘッドミルクヌードルっていうのがあって、それがものすごい人気ってことだったんですけど、一番惜しいって書いてあったこちらの海鮮の麺を頼みましたが、こちらすごく美味しいです。本当に伝わるかなっていうぐらいものすごい数の海鮮が入り乱れてる感じなので、これはね食べてみる価値ありですよ。お昼に食べてもいいと思う。個人的にはここが深夜の2時までやっているっていうことを考えると、日本人的感覚で言うと締めラーメンみたいな感じで来るのもすごくいいと思います。ミネラルが体に染み渡って二日酔いにならないんじゃないかっていう。エビがさむっちゃくちゃでかい。ほらここの海鮮はね冷凍とかじゃないから、もうすぐそこにあった新鮮な海鮮を麺にぶち込んだみたいな感じなんで、誰が食べても分かるぐらい新鮮な感じ。カニうまっ、相当うまいねこれ。魚うまっ、柔らか。完食です。ほんと食べ過ぎだよねという自覚はあるんですけど、最後にデザートをいただきたいと思います。チェンドルっていうマレーシア定番のデザートですね。日本でいうあんみつみたいな感じらしくて、黒糖が浸ったシャーベットと、あとパンダウンディーフ風味のゼリーの上にちょっと小豆が乗ってて、コーンも乗ってますね。うまっ、すっきりココナッツの味がする。濃いご飯食べて海鮮麺で流し込んでリセットしたかと思いきや、最後に甘いものを入れてすっきりするっていう完全なセルフフルコースが完成しました。最後にしっかりグルメ旅した感想なんですけれども、多民族国家ということもあって本当にこのクアラルンプールっていう都市にいろんな国の味、食べ物がたくさん集結してて、すごく面白かったし、美味しい楽しい食を堪能することができました。マレーシア特有の甘さっていうのはあったけれども、やっぱりマレーシアならではのエビとかアサリとか、あとチキンとか、やっぱり日本で食べるよりも美味しく安く食べられる食材もたくさんありましたので、また食べに行きたいなと思えるようなグルメ旅になりました。皆さんもぜひクアラルンプールに来たらおすすめのお店ばかりなので行ってみていただけると嬉しいです。次の動画でお会いしましょう。またねー。
味は美味しい。すごい辛いけど。